はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。以前味噌熟成とブルーチーズ熟成をやったのを覚えていますか？特に味噌熟成はとても美味しくて大成功しました。ならば同じ日本の発酵食品の納豆でも美味しい熟成肉ができるのではないでしょうか。期待が大きいです。それでは早速やっていきましょう。今日はこの牛肉を使って熟成肉を作ります。そしてこれが今回の相棒の納豆です。今回は皆さんご存知おかめ納豆を用意しました。まずはこの納豆を容器から出してボウルに入れて混ぜていきます。美食家として有名な北王子魯山人は納豆はかき混ぜればかき混ぜるほどうまいと言ったそうです。ちなみにブッチャーはあまりかき混ぜない派です。納豆は蒸した大豆に納豆菌を加えて発酵の過程でタンパク質を分解して美味しさの成分アミノ酸を生成し納豆ができます。納豆菌は宇宙でも死滅しないと言われていて、巷では納豆菌最強伝説もあるみたいです。その理由として繁殖力の強さや熱や酸にも強いことが挙げられます。食品製造の現場や酒蔵などでは納豆菌指令があるって聞いたこともあります。知ってる方いたらぜひコメントお待ちしています。まずはバットにクッキングシートを敷いてその上に納豆を敷きます。その上にお肉を置いて周りに納豆を付着させていきます。この納豆を付着させることで菌の働きでよりタンパク質を分解してアミノ酸を生成して美味しくなるはずです。手で大量の納豆を触るのってなんだか体がゾクゾクします。集合体恐怖症の方ごめんなさい。何とも言えない不気味な見た目です。それでは冷蔵庫に入れて1ヶ月待ちましょう。夏休みの宿題で自由研究に困っている人はぜひこの前出した肉を叩いてみたの動画を参考にしてみてください。1ヶ月経ったので取り出してみます。あれ？ちょっとこれは大丈夫でしょうか？完全に SF の世界です。この青白い光が余計に不気味な雰囲気を醸し出しています。実はこいつが全ての悪の根源だった的なラスボス感があるいかつい見た目です。取り出して確かめてみましょう。納豆の粘り気もなくなって甘納豆になった感じです。表面はカチカチです。裏も見てみましょう。うわ、これはモザイクなしで大丈夫ですか？海の岩の下とかのあれのそれですね。今までも見た目がやばいやつとか色々ありましたが、これはこれで種類が違うやばいやつです。それではカットしています。中からジュワーって液体とか出てきそうですね。今までで一番ドキドキします。それでは中を見てみます。あれ、意外に普通です。やっぱり周りの部分は少し厚く色が変化しています。空気に触れたのが原因か納豆の仕業です。周りをカットしてトリミングしていきます。特に味付けはせず焼いて違いを見てみます。今回も比較するために何もしていない同じブランド産地のお肉を用意しました。トリミングしましたが焼いていると納豆のほのかな香りを感じます。焼けたのでカットしてみましょう。ちょっと締まった感じがあります。それでは食べてみます。いただきます。まずは通常のお肉から味を確かめます。今でこそ普通に食べているステーキですが、日本に復旧したのは第二次世界大戦が終わってからだそうです。アメリカの占領下に置かれていた沖縄でステーキを食べる風習が広がり、そこから日本全国に広がりました。確かに沖縄は日本の中でも特にステーキの文化が根付いています。改めてステーキ美味しいです。続いて納豆熟成肉です。納豆の香りがプンプンします。すごいです。周りは結構削ったんですけど、口に入れるとさらに納豆の匂いがします。酸味もありますね。レアめに焼いたのもありますが、以前やったブルーチーズ熟成の時と同じような酸味と納豆の匂いが強いです。味だけで言うとこれだけで食べるのはちょっと微妙です。味はダントツで最下位ですね。もっと発酵によってうまさが増すと思いましたが、いい結果は得られませんでした。納豆菌が活発に活動する温度が40度前後なので菌の働きが弱かったかもしれません。ちなみに岐阜県には納得豚という飼料に納豆の粉末とお米を食べさせて育てる豚がいます。納豆により腸内環境が整えられ健康的な豚に育ちます。肉質は柔らかく納豆の匂いなどはなく、脂身や口どけが良く旨味が強いのが特徴的です。これは味変というか調理がさらに必要ですね。納豆の匂いは納豆の匂いで解決します。納豆熟成肉の納豆キムチ炒めを作ります。じっくり火を通して調理すればお肉の匂いも気にならず美味しくいただけます。今回の納豆熟成はちょっと危険なので良い子は真似しないでください。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。
最後までご視聴ありがとうございます。納豆熟成肉いかがでしたか？健康のためにも納豆は非常にいいそうなので、ぜひ皆さんも取り入れましょう。自分たちは群馬県前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。前橋には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし前橋に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。